こんにちは、メタンです。ずんだもんなのだ。ずんだもん、太宰先生ってどんな人か知ってる？やたらと女にモテる。心中、自殺、貧乏、薬物中毒、酔っ払い、ろくでもない人。やっぱりそうなるわよね。まずは問題作、人間失格の紹介からいくわね。人間失格ってどういう意味での失格なのだ？普通の人間として生きていけず、生きているというだけでおのずと破滅するということじゃないかしら。破滅する。生きているのが恥ずかしい、自分をさらけ出すのが恥ずかしい、断ったら相手から噛みつかれそうで怖い。恥ずかしさや怖さを覆い隠すために道化を演じる主人公の要造にはこういう特性があるわね。日本人のうちの何割かは人間失格が自分の心の声を拾い出してくれていると感じるそうよ。最近では海外にもノーロンガーヒューマンとして翻訳本が広まりつつあるみたい。海外の人もこういう気質を理解できるのか？それは海外の人に直接聞いてみたいところね。ではほんの一部だけですが、人間失格をお楽しみください。恥の多い生涯を送ってきました。自分には人間の生活というものが見当つかないのです。自分は隣人とほとんど会話ができません。何をどう言ったらいいのかわからないのです。そこで考え出したのは道化でした。それは自分の人間に対する最後の求愛でした。自分はこの道化の一線でわずかに人間につながることができたのでした。自分は怒っている人間の顔に獅子よりもワニよりも竜よりももっと恐ろしい動物の本性を見るのです。人間に対していつも恐怖に震いをののき、また人間としての自分の言動にみじんも自信を持てず、その憂鬱をひた隠しに隠してひたすら無邪気の楽天性を装い、おどけたお変人として次第に完成されていきました。日陰者という言葉があります。人間の世において惨めな敗者悪徳者を指さして言う言葉のようですが、自分は生まれた時からの日陰者のような気がしていて、日陰者だと指さされているほどの人と会うと自分は必ず優しい心になるのです。そうしてその自分の優しい心は自身でうっとりするくらい優しい心でした。その人も身の回りに冷たい木枯らしが吹いて落葉だけが舞い狂い、完全に孤立している感じの女でした。無言のひどいわびしさを体の外角に一寸くらいの幅の気流みたいに持っていて、その人に寄り添うとこちらの体もその気流に包まれ、皆そこの岩に落ち着く枯葉のように我が身は恐怖からも不安からも離れることができるのでした。女の口から死という言葉が初めて出て、その人の提案に気軽に同意しました。その夜、自分たちは鎌倉の海に飛び込みました。女の人は死にました。そうして自分だけ助かりました。自分はおのずからどんどん不幸になるばかりで、防ぎ止める具体策などないのです。自分の不幸は拒否の能力のないものの不幸でした。勧められて拒否すると、相手の心にも自分の心にも永遠に修繕し得ない白々しいひび割れができるような恐怖に脅かされているのでした。自分は神にさえ怯えていました。神の愛は信ぜられず、神の罰だけを信じているのでした。神に問う無抵抗罪なりや。今はもう自分は罪人どころではなく狂人でした。死にたい。いっそ
死にたい。生きているのが罪の種なのだ。人間、失格。もはや、自分は完全に人間でなくなりました。人間が怖いから道化を演じる。拒否することを恐れ、幸せになることも恐れた結果、自分だけでなく周りの人も不幸にしてしまう。怯えや優しさは弱さから来る感情だけど、その弱さによって人間を失格してしまったのね。太宰も要造と似ているところがあるのだな。太宰はドーナツのように中心が空洞になっていると原作者の朝霧先生が言っていたけど、私たちが見ている太宰の姿も中心の空洞を覆い隠すようにして作り上げられた道化の姿なんじゃないかしら。毒キノコを食べたり川を流れたり、そういう行為はとても道化らしいのだ。自殺したい理由が気になるのだ。死にたい理由はドーナツの空洞部分にあるから誰にもわからないと言われているわ。小説55ミニッツで淳が太宰に尋ねるシーンがあるわね。答えが空欄なのだ。この空欄に当てはまる言葉を見つけ出してみたいわ。どう考えても無理なのだ。頭をひねってもわからないのなら太宰先生の作品の中から理由を探してみるのも面白いかもしれないわ。作品に自殺の理由が書かれているのか。道化の花なんかは参考になりそうよ。道化の花と人間失格は主人公が同じなの。鎌倉の海で女と心中して自分だけが助かってしまう。その時の心中の理由を道化の花で友人たちに尋ねられるのよ。そして太宰先生の答えは、本当は僕にもわからないのだよ。何もかも原因のような気がして。何もかも。何もかもよ。それ以外にないのか。これが一番の本音だそうよ。何もかもに絶望しながらそれでも死ねないの。それはなぜなのだ。ビヨンの妻にヒントがあるわ。僕はね、キザのようですけど死にたくてしょうがないんです。生まれた時から死ぬことばかり考えていたんだ。皆のためにも死んだ方がいいんです。それでいてなかなか死ねない。変な怖い神様みたいなものが僕の死ぬのを引き止めるのです。変な怖い神様のせいで死ねないのだな。死んだら神様に怒られるのだ。さて、これで空欄に入る言葉を導き出せたかしら。分かったようでいてよくわからないままなのだ。太宰先生は弱さに寄り添うことを大切にしていたの。ニョゼガモンを読むとよくわかるわ。ニョゼガモン。志賀直哉がケチをつけてきたことに逆上して太宰先生が志賀直哉を徹底的に利する話なのだけど、それの何が面白いのだ。弱い人に寄り添おうとする気概のようなものが感じ取れるからよ。ニョゼガモンで太宰先生は芥川先生の苦悩を理解することが文学者として大切なのだと言っているわ。芥川先生の苦悩とは何なのだ。日陰者の苦悶ね。虐げられた弱い人々が生きている中で感じてしまう恐怖、敗者たちの祈り。芥川先生も太宰先生も弱い者の味方であろうとしたのね。太宰はどちらかというと強い人に見えるのだ。頭が良くていつも勝っているし、とても弱者の味方には見えないのだ。キャラクターの特性としては確かにそうね。だけどマフィア時代の太宰の苦悩が太宰を弱い者の味方にしていると思うわ。それはどういうことなのだ。暗闇にいる者の代弁者になっているということよ。生きることに意味を見出せず心に闇を抱えている人の気持ちを太宰が代わりに吐露してくれる。人間失格を読んで多くの人たちがこれは私だと感じるそうだけど、それと同じようにマフィア時代の太宰の苦悩をこれは私の苦悩だと共感する人は少なくないんじゃないかしら。
生きる意味が見つからない人たちの味方なのだな。そして心の友でもあるわね。ところで芥川先生と太宰先生はどんなつながりがあるのだ？太宰先生は芥川先生を敬愛していて、ものすごく憧れていたそうよ。同じポーズをしているのだ。文豪ストレイドッグスとは立場が逆なのだ。意図的に反転させているそうね。史実では太宰先生が芥川先生を崇拝していたの。だから1927年、太宰先生が18歳の時に芥川先生が服毒自殺したのに影響を受けて、芥川先生の自殺以降、太宰先生も数々の自殺未遂をしているの。1929年にはカルモチン自殺未遂、1930年にはカフェの女給と心中未遂、1937年には同棲していた女性と心中未遂、1948年ついに玉川上水で心中に成功して太宰先生は死に遂げたわ。受水自殺がついに成功したのだな。誰と一緒に心中したのだ？スタコラさっちゃんよ。スタコラ？太宰先生は1948年にニョゼガモンを発表した後、人間失格、グッドバイと続けて作品を発表していったの。そしてグッドバイの13話を雑誌に掲載した後、6月13日に受水自殺を遂げたのよ。人間失格、グッドバイという2つの題名が太宰先生の死への道のりを演出しているようにも見えるわね。13というのは何の数字なのだ？13日の金曜日が不吉な日なのは知っているでしょ。ジェイソンに殺されるのだ。キリスト教では13は忌み嫌われる数字なのよ。そして俗説では13日はキリストが十字架で処刑された日だと言われているの。太宰先生はキリストを意識していたのだな。かっこよく決まった太宰先生の上司を木っ端みじんに叩きのめしている作家を紹介してもいいかしら。人の死にケチをつける作家がいるのか？いるわよ。坂口安吾先生。40になっても不良少年だったミオテコリンの出来損ないが知事に乱れてとうとうやりやがった。不良少年は負けたくないのである。なんとかして偉く見せたい。首をくくって死んでも偉く見せたい。まったく笑わせるやつだ。芥川も太宰も不良少年の自殺であった。不良少年の中でも特別弱虫泣き虫小僧であったのである。悟りすまして霊前、人生を白眼してもちっとも救われもせず偉くもない。死ぬとか自殺とかくだらぬことだ。いつでも死ねる。いつでもできることなんかやるもんじゃないよ。ミョーテコリンの不良少年、どことなく荒々しい愛を感じるのだ。太宰先生の死がもしいたずらや勘違いだったらどれだけ良かったかと安保先生は惜しんでいるわ。安保先生からしたら見えっ張りなのを隠して弱いふりをしてコメディアンを演じていたのが太宰先生だったようね。そして死をもって何かに勝とうとした死を自己表現の手段として使ったことに対して安保先生は呆れているのね。理解者でもあり正反対の2人。三島由紀夫は太宰先生のことを甘口の酒、安保先生のことをジンだ、ウォッカだと例えているわ。甘口とドライ。さてずんだもん、今回も最後のまとめをお願い。太宰先生はミョーテコリンな不良少年なのだ。それだけ？それだけなのだ。安保先生に引っ張られすぎじゃ。これでいいのだ。次の文房紹介に進むのだ。まあいいわ。次回は太宰先生の憧れ芥川龍之介を紹介しましょう。右のイラストは何なのだ？太宰先生が芥川先生のことを好きすぎて授業中にノートに書いた落書きよ。ミョーテコリンなのだ。それではまた次回お会いしましょう。動画が気に入ったら高評価とチャンネル登録をお願いしたいのだ。